こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は最近の食生活のこと、ダイエットのことなどをシェアしていきたいと思います。このチャンネルの動画をご覧の方はご存知だと思いますけれども、私はもともと1日 1.5 食という形で、朝は食べずにお昼はちょっとフルーツとか軽食を食べて、夜はしっかり食べるという生活をしていました。それが最近になって、ちょっと忙しくなったりとか、ストレスのあることがあったりとかして、でついつい食べ過ぎてしまっていたんですね。でそうすると、夜は普通にしっかり食べるんですけど、お昼もしっかり食べて、週末には朝ごはんまで食べるっていう形になってしまって、もう1日2食3食って普通の生活なんですけれどもしていて、で体重がやっぱりどんどん増えてきてしまっていたんですね。では食事をするっていうこと自体が悪いことではないんですけれども、私の場合は食事、お腹が空いていないのに食べていて、でしかも夜ご飯の後とかにまたお菓子をちょっと食べちゃったりとか、ストレスがあったりするとね、そういうこともあったりしました。適正体重っていうのは人それぞれ違うと思うんですけれども、私の場合は普通にしていて、居心地よく感じる体つき、そして朝ヨガを練習するときに体が重いなとか感じない体重が適正体重だと思っています。明らかに食べ過ぎだなというのは分かっていたんですけど、体重計に乗るのが怖くて、本当にもう数ヶ月ぐらい全然体重計に乗れなかったんですけど、これはさすがにまずいなと思って、とうとう体重計に乗ってみたら、やっぱり私が考える自分の、感じる、適正体重よりも4キロぐらいオーバーしていることが分かりました。それで2週間ぐらい前から取り入れている食生活、食事法ですかねっていうのがあって、それが、24という方法の食事法です。これは1日 1.5 食と似てはいるんですけれども、20と4なので、最後の食事から次の日の最初の食事まで20時間を空けて、そして4時間以内に1日の食事を済ませるという方法です。私の場合は朝は食べずに、お昼も食べずに、午後の3時半ぐらいから夜の7時半ぐらいまでに食事を済ませるという形でやっています。最初の食事はなるべくスムージーであったり、果物とか生のものを食べるようにしていて、というのは、20時間やっぱり空けて何か食べるっていうと、固形のものとかあまりなんていうんですかね、消化に時間かかるものを食べてしまうと、やっぱりお腹への負担、体への負担っていうのが大きくなってしまうので、朝というか一日の最初に食べるものはなるべく生のもの、消化にいいものっていうものを、心がけています。その24っていう、食事方法は、ファスティングの一種ではあるんですけれども、ファスティングと聞くと断食ですよね。断食っていう風に聞くと、ちゃんとしっかり食べない時間を作らないと、もう全てのファスティングの断食の効果が得られなくなってしまう、ファスティングが無駄になってしまうっていう風に考えられがちなんですけれども、それはもちろん一理あるんですが、やっぱりファスティング、私の実体験からすると、個人的な経験からすると、やっぱりファスティングをしている時に食べちゃいけない、食べたらもうここで食べたらもう全てが終わってしまうみたいな、そういう風に考えるなんていうんですかね、プレッシャー、食べられないっていうことが結構ストレスになって続かないっていうことがあると思うので、私の場合今回24っていう形でやってはいるんですけど、でも例えば朝とかすごいお腹が空いてしまったりとか、お昼頃すごいお腹が空いてしまった時は、あまり無理をせずにちょっと何かつまむ、少し果物を食べるとか、少しパンをかじるとか、そういったことはしています。
でただすごくお腹が空いた時にバッと食事をしてしまうっていうのではなくて、少しつまむ程度にしておくっていうことが重要だと思っていて、でやっぱり人間の体って多分朝ごはんの時間とかお昼ごはんの時間とか空腹にお腹が空くようにできてるっぽいんですね。でやっぱお腹が空いてきたりとかするので、ただその時に、ちょっと水を飲んだりとかお茶を飲んだりとか、そういった飲み物を体に入れるとか、あとは他のことをちょっとして気を紛らわすとか、あと少し何かをつまむっていう、それだけで結構幸福感っていうのが、なくなるっていうことが多いんですね。なのでお腹が空いたっていう状態が必ずしも絶対何かを食べなきゃいけない、食事をしなきゃいけないっていう状態ではないっていうことを、体に教えてあげるっていうことも重要かと思います。でそういったファスティングの一種の24という食事方法を取り入れて2週間ぐらいでもうだいたい体重は3キロぐらい落ちて、なので、あと1キロぐらいかなっていう感じなんですけど、あんまりなんていうんですかね、その適正体重から4キロオーバーしてるとはいえ、その4キロを絶対に減らすんだっていう、ダイエットするんだっていう感じではなく、自分が心地いい形で、食事であったりとか運動とかしていく中で、だんだんとその適正体重に近づけていければいいかなと思っています。でファスティングのいろいろな効果については以前も動画で配信しているので、そちらをぜひね見てみていただければと思うんですけれども、今回、ちょっと感じている感覚というものをシェアさせていただくと、最初のやっぱり始めて 2,3 日とかは体が慣れないので、すごくお腹が空いたりとかして、で次の食事、3時半まであと何時間みたいな感じで、お腹空いたなとか一日思っていたりするんですけど、でもそれがだんだんとやっぱり慣れてくるんですね。体が慣れてきて、そうすると最初のうちは夜ご飯とか3時半とかになると、もう食べたい食べるみたいな、結構食べたりとかするんですけど、だんだんとちょっと食べただけでお腹がいっぱいになったりするので、夜ご飯とかも本当に食べ過ぎないようになります。であと食べないとエネルギーが湧かなくて元気がなくなるんじゃないかっていうふうにファスティング思われがちだと思うんですけど、本当に全く真逆で、どんどん元気になるというか、体が軽くなって、なんていうんですかね、身も心も軽くなって、すごくエネルギーが逆に湧いてきます。朝も目覚ましをつけなくてもシャキッと起きられるようになって、で私は毎朝ヨガの練習をしているんですけれども、ヨガの練習もちょっとやっぱり体重がオーバーしていた時はちょっと短めにして終わらせてしまったりとか、ちょっとサボりがちなところもあったんですけれども、やっぱり身が軽くなって体重が落ちて体が軽くなってくると、すごく動きやすくなりますし、毎日元気に、そうですね、ヨガの練習もできています。あとこれはもう前のファスティングでもすごい実感していることなんですけれども、肌の調子は本当にすごく良くなりますね。やっぱり食べ過ぎてると何なんですかね、食べている内容もあるのかもしれないですけど、ファスティングをしているとやっぱりその張りが肌に出てくるっていうのもありますし、赤みとかも引いてきたりとかして、肌の調子はすごく良くなります。以前は定期的に2日間3日間のファスティングみたいな形で、水しか飲まない水断食ではないんですけれども、夜にすりおろし野菜だけを食べるみたいな、そういうファスティングもしていたんですけど、やっぱ私はそれをするとちょっとなんていうんですかね、体重が落ちすぎてしまったりとか、あまり私には合っていないかなっていう気がしているので、それは今回はあえて
しないで普通にその24っていう1日1食みたいな形を続けていくっていうことをこれからもしていこうかと思っています。ファスティングって聞くとすごくハードルが高いっていう風に思われがちだと思うんですけれども、やっぱりそれなりに効果はすごく高いので、ちょっと気になっている方はぜひ朝ごはんを抜くとかお昼ご飯をちょっと遅くする、普段12時ぐらいに食べていたら2時ぐらいにするとか、それだけでもかなり効果があると思うので、ぜひトライしてみていただければと思います。以上で最近の食生活とダイエットのご報告でした。また動画をいろいろ見てください。ありがとうございます。See you next time!